生活ゴミが循環型社会を支える？今注目されている挑戦 Waste2X って何？でっかい社会科見学行ってみましょう。行ってみるのだ。影山優香です。木陰なのだ。よろしく。木陰は影ちゃんと一緒にでっかい社会科見学をナビゲートしていくのだ。おお、私の分身だ。なんだ。よろしくね。よろしく。早速だけど、日本国内で1人が1日に出す家庭ゴミって約 475g で、ペットボトル約1本分くらいなの。ゴミってどうやったら減るのだ？みんなの努力。確かにみんなの努力大切、尊い。実際1人1日あたりのゴミ排出量は減ってるのだ。だけど、もし生活ゴミを燃やして終わりじゃなくて生まれ変わらせて使えるようにできたらいいよね。それが Waste2X なのだ。お？なんだ Waste2X？ つまりゴミを何かに変えるってこと？簡単に説明するとこんなイメージ。 Waste2X は生活ゴミをエネルギーや燃料、素材など新しい価値に変える仕組みなのだ。そんな簡単にできるもんなの？今まででっかい社会科見学で扱ってきたでっかいゴミ発電やでっかいバイオガスも Waste2X の例なんだけど、さらに研究が進めばゴミからさまざまなエネルギーやマテリアルを生み出し、再資源化する循環型社会へ格段に進んでいくのだ。今まで捨てていたものがさらにいろいろな形で活用できるようになるってことかな？そう、夢のある技術だから今回はその研究を見ていくのだ。せーの、Waste2X。やっぱこれ思い出すのだ。青春の味。学食？カナデビアは Waste2X に関する研究を京都大学と一緒に行っているのだ。いわゆる産学連携。京都大学か、すごいな。早速研究室に向かうのだ。広いな、まだかな。発見なのだ。こんにちは。こんにちは、木陰ちゃん。ここの研究室でどういった研究をしているのだ？こちらの研究室ではゴミを焼くゴミ焼却場から実際のゴミを分けていただいて、それを細かく砕いて実験に使っています。で、実際にはその細かく砕いた実験用のゴミに熱をかけて、価値のあるガスであるとかいろんなものに変えていけないかなっていうことを実験的に調べている研究を行っています。どういった人たちが研究しているのだ？ここの研究室の特徴は本当に学生さんがやってきてくれて、で学生さんが実験をやってくれます。で、実験をした結果、例えば卒業論文とか、修士論文とかっていうものを書いて皆さん卒業していかれるので、一緒に過ごして楽しく研究をやっています。いやー、面白そうな研究室ですね。皆さんの熱意感じました。木陰ちゃん、研究は研究室の中だけでやってるわけじゃないんです。ちなみにこれスプリング8。でかすぎるのだ。ここは世界でも最大級の光の顕微鏡。物質の小さな世界を覗き込んで未来の素材や技術を生み出すための研究所なんです。それが Waste2X とどう関係あるんだろう？ Waste2X の研究で有害物質が発生する仕組みを調べて、その対策に役立てたりしているんです。太陽の100億倍もの明るさに達する放射光を使って物質の原子分子レベルでの形や機能を調べることができます。100億倍だからこんなに大きい施設なんですね。ちなみにこの大きな施設、スプリング8を構成する設備の設計や製作などにもカナデビアは関わっているんですよ。カナデビア、なかなかやりおるのだ。やりますね。もう廃棄物という言葉よりは循環資源とかですね、違う言葉が一般的になっていて、どこからとっても資源であるというような社会が来てるんじゃないかなと期待しています。産学連携になると
そこで行った研究っていうのがより社会に早く実装されると、いうところがやはり学生にも響いてるんじゃないかなというふうに私は思います。そこにはチャレンジしかないと言いますか、で非常に難しい分野かなと思ってまして、それだからこそやめられないというか、ぜひその魅力をですね感じていただいて、この分野の方に来ていただいたら嬉しいなというふうに思います。いいですね。本当に世界変えてほしいな。せーの、ウェイスト X。今回も本当に知らない話ばっかりでした。花デビアのウェイスト X への挑戦がさらに進むと常識が変わりそう。世の中を変える技術も地道な研究が支えてるってことなのだ。本当だね。ゴミを新しいエネルギーに変えるウェイスト X という挑戦がきっと未来につながるはず。また次回、でっかい社会科見学、よろしくお願いします。頭はやめるのだ。